おはようございます。たかしです。本日は7月3日水曜日、ただいま9時28分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さんとシングルペアレントさんの応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれどもサブスク料金がちょっとと考えている学生さんやシングルペアレントさんの応援キャンペーンとしてノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を通過した方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですが、昨日も上昇で、ここのところずっと上昇ですよね。かなり強い上昇の中にあります。ただインジケーターを見ていると、ストキャスティクスも高値圏ですし、いつ調整の下落をしてもおかしくない GMMA との乖離もありますので、過去のこういうところですよね。こういう風に GMMA に一度押しをつけるみたいな動きをしてもおかしくないところはありますので、そういう動きには警戒が必要です。ただ基本的に昨日も言いましたが、強い上昇している時の逆張りはしない方がいいです。下落する可能性があることとショートエントリーをするっていうことは意味が違いますので、下落する可能性はあくまで考えておかないといけないんですが、現状これだけ日足なんかでもずっと連続陽線ですので、基本は押し目買いでやっていく必要があります。もちろん何か下落の兆しが出てくればここから下落方向に乗っていけばいいんですけれども、その辺のリスク管理の意味が理解できていないと、下落するって言っているのに全然下がらないじゃないかみたいな、そういう意見になってきますので、そこはご注意ください。では4時間足です。ここのところ GMMA の青帯に何度か押しはつけているんですけれども、昨日は1時間足単位での上昇トレンドが継続している感じですね。たまに4時間足の GMMA に押しをつけに来るんですが、今のこの動き方を見ていると4時間足の GMMA に押しをつけるのはもう少し先かなと考えます。そう考えるともうちょっと上昇していくのかなと。 X なんかでも投稿してますが、次のターゲットは207円付近と考えておりますので、206円後半から207円っていうところですね。ただ直近では今205円っていうところが意識されてますので、もうそろそろそこには到達すると思うんですが、205円を超えてくれば次は206.5から207円ぐらいまでの上昇はイメージしておきたいです。ただ GMMA の青帯にいつ押しをつけてくるか分かりませんし、ストキャスティクスも高値圏にあるので、そこはご注意ください。今のところは1時間足の GMMA に沿って上昇してますが、たまに4時間足の GMMA に深い押しをつけてくることがあるので、そこの下落には警戒しながら現在の上昇トレンドに乗っていくっていう考え方ですね。基本的にずっと上昇してますので、こういうところで逆張りをしようっていうのは考えにくいとは思いますが、ですので下がったところを買っていけば必ず勝てるような相場に今はなっております。ただこの直近の動きを見ていると結構気持ち悪い上昇の仕方をしてますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足には水平線を引いております。これブログでも同じように表示させておりますので、よければブログではポンド円とドル円とあとゴールドの分析もしてますのでご覧ください。現在ポンド円直近の高値を超えてきましたね。昨日の最終で超えてきて、本日朝から上昇傾向にあります。現在は205円という切り板を目指して上昇中ですので、205円を達成すると一度下落をしてくるかもしれないですね。ここのところの動きずっと見ていても分かるように GMMA の青帯で接触して上昇してきておりますので、まずは GMMA の青帯ぐらいまでの下落を待ちたい。そしてそこからの再上昇の流れに乗っていくと、昨日みたいな感じですよね。昨日も GMMA の青帯に接触してそこから上昇してきてますので、この上昇に乗れていれば1円幅ぐらい今上昇しておりますので、そのくらいの利益は取れるっていうことです。考え方は単純ですよね。 GMMA の青帯に接触するのを待つっていうだけですので、本日も GMMA の青帯に押しをつけるのを待つ、そこからの上昇の流れに乗っていくっていう考え方だけをしていれば基本的に負けない相場ですので、その辺参考にしてみてください。では次はドル円の日足を見ていきましょう。こちらもずっと上昇はしてきてますね。結構強い上昇なんですが、ポンド円の方が上昇は強いですよね。ドル円に関しては昨日は高値更新をできず、そしてローソク足は陰線というか小回しになってますね。ですので本日一度下落方向に動く可能性は考えておきたいです。今朝方から今上昇で本日陽線が出てきておりますので、このまま上昇していくかもしれませんけれども、今までの動きを見ていると途中で陰線を1本挟んでそこから再び陽線になるみたいな
たいな動き方をしてますので、昨日の陰線が一旦の調整で終わって本日はここからさらに上昇してくるのか、それとももう一段下落してからの上昇になるのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスはずっと高値圏に張り付いております。MACD もちょっと上昇モメンタムが弱まってきてますので、本日も現在地付近での揉み合い、もしくは若干下落するみたいなイメージを持っておくのがいいかもしれません。では4時間足です。4時間足、昨日こういった落書きをしていたんですが、それをそのまま残してあります。このイメージっていうのは GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけてから上昇するっていうイメージですね。昨日全然上昇できてませんので、ここみたいな感じ、こことかこことか、そんな感じで GMMA の青帯付近まで本日ダラダラと下落してくる可能性はあるので、そうなると151円ぐらいまで下落する可能性は考えておきたいです。ただしドル円も今のところ1時間足の GMMA に沿って上昇してきておりますので、この黄色の矢印みたいに4時間足に押しをつけてくる可能性もあるんですが、基本的には1時間足の GMMA に接触して上昇するというポンド円と同じ考え方でいいと思います。では1時間足です。1時間足はこの赤いトレンドラインに沿って上昇してきております。昨日下落はしてきたんですが、今この赤い水平線、この過去の高値のところで止められてますよね。そして本日そこから上昇、ここで小さくダブルボトムみたいなのを作って今上昇に向かおうかっていうところですね。ただこのトレンドラインに沿って今まで上昇してきているっていうことは、もう一段下落してトレンドラインに接触してから上昇する、こんな動き方ですよね。こういうような動き方をしてくる可能性がありますので、そこはご注意ください。もちろん現在地付近でダブルボトムになってますので、こういう上昇も考えられますので、本日は上昇から始まってますが、この上昇が継続してダブルボトムからの上昇になるのか、それとももう一度トレンドライン付近まで下落する 151.3 付近まで下落してからの上昇になるのかっていうところを見ておきたいです。上昇してきた場合はまずは昨日の高値ですね、161.7 付近までの上昇を考えておいて、そこを超えてくればさらにそこから押し目買い、そこを超えてこられないのであれば昨日高値でのダブルトップでの下落、そして再び昨日の安値を目指してくるみたいな、こういう動き方ですよね。そのような可能性も考えておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご登録は今がお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。